こんにちは。これからですね、オテルクリオンのアフタヌーンティーに行きます。イエーイということで、ちょっとどんな感じなのかわからないんだけれども、本当に楽しみ。行きましょう、早速。はーい。ボンジュール、ボンジュール。ボンジュール。あ、イシ？あ、オッケーオッケー。メッシボク。素敵なお席ですね。ね、クリスマスの時期にカフェしに来たそうです。と同じですよね。その時はもう全部クリスマスのイルミネーションだったので、また全然違うよね。で、この中もすごいキラキラしてたから。これ夏になるとテラスでお茶もできるんですか？ご飯とかもテラスでできるのよ。でもなんか私のイメージではなんかここでと思ったけど、多分もしかしたらまだ時期的に違うのかな。始まってないのかも。アフタヌーンティーはよく来られますか？実はパリ在住27年ですが、初めて初めてなんですか？初めてアフタヌーンティーって。日本でもあんまり行かれなかったですか？昔まだ独身の時というか20代の時はアフタヌーンティーとかケーキバイキングとか大好きで行ってたんだけれども、もうそこからは全然行ってなくて、こんなアフタヌーンティーって実は初めて。じゃあもうドキドキワクワクすごいドキドキワクワク。そうてかやってることも実は知らなかった。アフタヌーンティーというのをクリオンがやってるとか、そういういろんなホテルとかお菓子屋さんがやってるのもあまり知らなかった。ボンジュール。わあ。メッシボク。メッシ。じゃあみんなで乾杯。よろしくお願いします。さあ今日はなんと4人でアフタヌーンティーです。美味しい。すごい。飲み物が選べるってことですか？あと裏側でボアソンショがね、玄米茶もある。玄米茶とか煎茶。玄米茶いいかも。なんかわあ。オッケー、フロマージュブロンなんだ。メッシ。お皿コケですね。ねえ、すごい素敵と思って。きっとコケ、そうです。そう。なんかプレパレするのね、ちゃんとそのアフタヌーンティーのために舌を準備させるみたいな言い方かな。いただきます。いただきます。いただきます。すごい。このままいっちゃおう。いただきます。これ、大きなボウルでいただける私。すごい美味しいかも。爽やかなんですか？爽やかだし、で本当に甘くなくって、で最後にアロエのなんか香りというか、それが口の中にふわって広がるから、口の中を準備するっていうのがわかる。なんかすごい美味しい。Très bien. Est-ce que tout va bien pour le moment pour ce Tout va bien. début d'expérience Sea Time? Ah oui. Oui. Vous avez ce petit pré-dessert qu'on a conçu spécialement pour vous permettre d'atteindre votre expérience Sea Time. Donc, j'espère que ça vous plaira, c'est très frais, vous allez voir, il y a plein de bonnes choses dedans, un peu d'aloe vera. Oui, c'est vraiment très frais, hein. C'est délicieux. Oui. Oui. Pour avoir vos impressions. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. シェフパティシエの方が来てくださって。すごいね、こんな風にちゃんとテーブルを回られて。すごいですね。わ。Oui, merci beaucoup. エリコさんが選んだお茶はジャンジャンブルとミエルシトロンで、
OK。生姜とレモンでこの蜂蜜をミエルを入れていただきます。多分このまんまでもいいし。ゆうこさん、最近の週末はどうやって過ごされることが多いですか？最近の週末は夫が一緒にいる時は本当に二人っきりになることが多くって、なんかもうほら、ね、上の2人がいなくって一番下が一緒にいるんだけれども、週末は振られるの大体。というかもう金曜日の夜とか土曜日の夜はもうお友達と過ごしたいとかって言われて、で日曜日のランチだけは死守してる。絶対一緒にって言って、それは一緒に行くけれども、それ以外はなんか結構勉強してたいとか、パパとママ2人でお出かけしてくださいっていうことが多くなって、だんだん2人の時間が増えてしまい、そうなんですよ。でも基本すごいお休みの時には本当にもし全員揃ってれば絶対に何か一緒にしたりとか、一緒にご飯を食べるとか、一緒に美術館に行くとか、もちろん一緒にショッピングをするとか、こう一緒に何かをするというのは子どもたちもすごい楽しんでて、なので一緒に過ごすことが多いです。いいですね。最近行った印象深い場所とかありますか？でもここ最近はなんか本当に誘っても次女が勉強とかって言ってなかなか一緒に行けず、だからもう今は本当にランチとかに一緒に行くぐらいで、それも3人で行くともう終わったら私たちは話したいわけ、学校のこととか、でももう彼女終わるとさっさともう宿題があるんで行きますみたいな感じで、じゃあみたいな感じで出てっちゃうので、2人取り残されるパターンが多いですね。ジャバルトさんと2人で週末を過ごすことが一番多いんですね。なんか多くなってきて、なんか本当にだんだんそこに向かってってる感じ。そこというのはそのこう周りに子どもたちがいなくなり、なんかこう老後の2人みたいなのがちょっとこうだんだんイメージできてるというか、なんかそこに向けてなんかトレーニングしてる感じがします。そうなんですね。そう。次どこか一緒に家族で行きたい場所とかってありますか？今ミラノじゃない、でももうミラノも本当にカウントダウンになってきてしまったので、ちょっとどっかの週末は例えば1泊でせっかくだったらイタリアの素敵な場所とかにも行きたいねとは言ってるんですが、本当にパリもそうだけど観光で来てる時って頑張っていろんなことをやるのに、住むと別に今日じゃなくても今週末ではなくてもっていうのがどうしても人間ってそういう気持ちになるのか、ミラノにせっかくいるのに意外とやっぱり生活が始まっちゃうとそう毎週末どっか行くとかができず、そうなのであまりいろんなところにも行けてないから、ちょっと残りの、この時間でもうちょっと楽しみたいなとは思ってますね。だって上のお子さんがだからうちの次女と一緒だから、そうすると15歳で下の子がやっぱり男の子で、今13かなるところだ。自分たちで過ごす、お友達と過ごす時間が増えてきて、家族との時間は、まだ持ててるけれども少なくなってきてるっていう。でもフランスのいいところって日本って、学校のお休みとかがあっても結局私も自分のことを振り返ってもクラブ活動があったりとか、なんか夏だと夏季水泳練習みたいなの学校にで行かなきゃいけないとか、結構お休みに入ってもその子どもたちが忙しくって、せっかく家族で出かけたくても実はクラブ活動これサボっちゃうとレギュラーに入れないとか、いろんなことがあって意外と家族で過ごす時間がない。でもフランスってバカンスが長いし、そこに対してその学校のそういうクラブ活動とかないから、みんながそこにねこう家族が一緒に過ごせるというのはすごい大きいかなと思って、なんかすごいみんな仲いいよね、家族がこう一緒にいるから。でも日本の場合はそのしょうがないの、学校のいろんなカリキュラムがあって塾もあるし、だから子どもたちがやたら忙しくっていうのはすごい今感じてます。だからフランスでこうパパとママとか子どもたちのコミュニケーションがすごい密なのってやっぱりバカンスとかで何にもしないで家族でいる時間がいつも、あるからかなと思って。忙しいよ日本の子どもたちは。塾とかもありますもんね。なんか宿題の量とかも違うって。そうフランスの場合は新学年度のスタートが9月だから、夏休みってもう学年が終わってるから、
ね、学校によってはちょっと本を読んどきなさいぐらいの感じで、でも日本の夏休みはちょっと学年の真ん中だからね、やっぱりいっぱい宿題も出るし、あと本当に逆に言うと先生方も大変だなと思って、お休みに入ってもクラブ活動だなんとかかんとかでってこう学校にいらしてこうやらなきゃいけないことが多いから、先生も大変だなと。ストライキストライキする公立の学校はそう先生いらっしゃらない先生来ない。でも今日は授業ありませんってことですか。そう、あと普通に先生の人じゃなくて、例えば電車が止まっちゃったとか言っても、意外と先生方がすごく遠くに住んでらしたりすると先生が来られなくって、生徒はみんな頑張って生徒はね、メトロなくてももう送っていくとかすごい頑張るのに、先生は平気でいらっしゃるんだよ。っていうのもあるし、あと子どもたちが通ってた学校とかだとやっぱりその課外授業とかもたくさんやる先生もいれば全然やらない先生とか、いわゆるこう林間学校みたいなものもそういうのをこうやろうっていう先生と、私子供4人いるから忙しいからやらないっていう先生がいらしたりとか、結構先生によって先生のキャラクターが現れるというか。フランスのバカンスのシーズンだともうみんな家族で一緒に旅行することが多いんですか？多いと思う。なんか基本みんなそうよね。でそこに例えばだから我が家とかだと以前だったら全くね自分たちの家というのがなかったから、まあ誰かのお家に行って一緒に過ごすとかだったんだけど、今ちょっと南仏の家があると、今度子どもたちがそこに友達をみんな呼んできて、そこでみんなで過ごすっていう。いいですね。賑やかですね。そう賑やかです。だから子どもたちが友達が来たり、あるいは誰かのお家に行ったりとか、いろんなところをね子どもたちがこう移動したりして、でも必ず夏の間に1週間とか10日はもう家族だけの日っていうのを作って、我が家の場合はそこはディナーとかでいろんな方とお会いすることはあっても、そのお友達とかはもう入れず家族だけで過ごすという。その期間はゆっくりお互いの話をしたり、いろんな話をしたり、過ごしたりするんですか？でその時間がやっぱり大事で、他の方がいるとやっぱりテーマが変わってくるけど、家族だけだとまた家族だけのテーマがあって、だからそれはその時間を持たないとちゃんと深い話ができないので、だってやっぱりゲストがいっぱいいたら、ね、そのゲストの話とかもうちょっと違う話に広がっていくけれども、絶対家族時間はすごい大事だと思っていて。わあ、素敵。これオマールエビのサンドイッチって書いてあったよね。レシボピポのタルトレットとめちゃくちゃ美味しそうですね。メニューだけ見てた時は絶対食べきれないと思ったけれども、こんなに品よく出てきた。わあ、これはÇa c'est décoration en bas. Oui, c'est ça. うわあ、デコレーションよ。ね、そうそう、私これもいけちゃうのかと思った。カカオの形してるんですね。美味しそう。なんか品がいい。本当に変にすっごいデコレーションな感じじゃなくって。いただきましょう。なんかシトランが入ってるんですかね。シトラン入ってる。ね、プチポワのほらちょうどこの茹で加減っていうの、食感がすごい。私の中ではアフタヌーンティーっていうのはやっぱりこうイギリスでフランスではないと思ってたから、あまりその調べるとか、なんか話題にもならない。ましてフランス人となんて一度も話題になったことない。そうなんですね。一度も話になったことがない。まずアペロの方がアペリティフとか普通にご飯とかの話にはなっても、アフタヌーンティーっていうのには多分男性たちはこういうアフタヌーンティーみたいなのはそんなに興味が多分ないから、
だからコーヒーでちょっとそういうお菓子があったりとか、それこそパンをほらコーヒーに浸して食べるみたいなことがあっても、そうでお茶とかがこんなに種類が今いただけるようになったのも、どこに行ってもみんなティーバッグで、それもその今ティーバッグでも美味しいものとか種類たくさんあるんだけれども、まあ本当に味気ないようなものがカフェでもどこでもバーンと出てきて、だからなんでそんなものにお金を払うんだっていうのを、特にほら男性とかは、なんかうちの夫とかはお茶をカフェで飲む意味がよくわかんない、そんなものにお金を払うのがっていう感じだった。17年前とかは本当に、ホテルとかなんか行ってもティーバッグで最後お食事の後とか出てきて、でも今は歯を選べたりとか種類が多かった。パレドテとか今いっぱい出てきてるけれども、なんか本当にイメージとして、多分主要なホテルはほとんどアフタヌーンティー今やってて、でそれぞれが趣向を凝らして、あ本当に、じゃあすごいやっぱこうきらびやかな感じ、きらびやとかそういうのもあるんだ、そういうとこ。ムーリスだとセドリック・グロレのスイーツがわーって出てきたり、ルイ・ヴィトンのエルビドリームのカフェはマキシム・フレデリックのスイーツが全部食べれたり。でも面白いね。そしたらアフタヌーンティー巡りとかもすごい楽しいかも。日本ではヌン活と言います。それを何アフタヌーンヌンを短くしてヌン活なの？推し活とかのすごい。今初めて聞いたヌン活なん。すごいヌン活流行ってて、私もずっとヌン活します。本当に？知らなかった全然。でもやっぱり日本でも女性に人気なんでしょ？そうですね。女性やっぱ多いですね。アペリティフ、イタリアンはアペリティボで、時間的にやっぱ6時ぐらいからそれが始まるから、そうですね。この時間帯とね重なるし、そうそれになると思うと多分これはない文化だったりしますよね。と思う。調べたことないけど、でも本当にあそこのアフタヌーンティーに行こうなんて話をフランス人としたことは一度もない。そうなんですね。言葉として聞かない。ね、そこまで生きていいぐらいでしょ、多分。だからすごい食べることが大好きみたいな人とかでも聞かないかな。絞りも綺麗ですね、クリームの。わあ、美味しそう。そうですか。本当に甘すぎなくて美味しい。私フランスのケーキってすごい甘くって食べられなくなっちゃったんだけど、めちゃくちゃ美味しいこれ。甘くなくてすごくカカオをちゃんと感じる。おいしい、すごい。かわいい持ち帰りボックス。いや、すごいお腹いっぱい。なんか最初は品よく出てきたから全部いけると思ったら、やっぱ結構なねボリュームだったので、でもちゃんとお土産にして持って帰れるのでごちそうさまでした。美味しかった。ちょっと季節ごとに来ないとでしょ。変わるって言ってましたね。そうそう、楽しみ。次回ありがとうございます。ありがとうございます。ここがそうローズウッドのスパで、そう。Bonjour madame, merci, wow. Vous allez bien? Oui. Bonjour. Donc c'est très gentil de nous accueillir. C'était comme ça, on peut un peu regarder des choses. Oui. Et puis ici aussi un petit peu, il y a des clients, non peut-être puis ici. Vous avez de la chance. Alors il y a eu des enfants, donc il y a de l'eau partout. Ah ok. Il y a de l'eau un peu partout, mais l'espace est libre. Ok. Si vous voulez, on peut déjà commencer par en bas et on peut remonter. Oh oui, c'est très bien. Oui. Je vous en prie. Ah, merci beaucoup, merci. おー、すごい。見て見て。スパ見学させていただきます。スパ見学こんな思いがけず。嬉しい。いやー。
Waouh. Bien sûr, elle connaît le chemin. Mais après, c'est bon, je peux. わあ素敵な空間。ほら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 、すごい素敵。Sans prix, est-ce que je peux faire? ね、靴で入れないからここら辺からはい。ちょっとせっかくなら、あ、うわあ。Combien de mètres de piste? 13, 13 mètres. 3 mètres de long, Ouais. 1,3 mètres de Ah. profondeur. Ah, ok. Et vous avez, elle est chauffée à 31 degrés. 31 デグレだな。すごい。暖かいですね。 Au plafond, こっちが。 vous avez justement le Le sauna. サウナアマム。 Et il y a quelqu'un. あ、いや、経過を受ける。 Et, せての。 vous avez Oui. justement l'espace Ouais. sauna. あ Voilà. マムとサウナもあるんですね。ここが更衣室。ほら、すごい。もうここで一日過ごせますぐらいだから。La cabine évidence de Oui, bain surtout. oui、そう、ここにね、キャビンエビドンスボーテって言って、エビドンスボーテのプロダクトを使った施術をしてくれるお部屋があったり。あ、メイシボック。 Côté, on finit わあ、ここ。 de l'autre sens. はい La cabine évidence de bain. はいで、ここがエビドンスの、ジュプ、オンプラクシャ。おー。Oui, Ah ben entrez, je vous en prie. oui, ね、見て天井。すごこれい。は鶴ですか？うん、うん。日本の。そう、全部の完全にそう世界観をそう鉛筆って言っちゃっていいのかね、鉛筆画じゃないけどそう。わあ、すアルゼンチンのアーティストが描いてがるんですか？ 2日間かかって描いた。すごい。このジャルダンがまたすごい素敵で、例えば美容院に行った方がカラーリングとかして待ってる間とかここでほらちょっと待ってたりとか、こうなんか La porte est un peu longue, Ah. mais si je vous en prie. 行く Elle est わ。 grande et lourde. Oui. Alors attention, ok. Attention, on doit. あ、すごい素敵。すごい。このパリのあそこがプールのとこかな。あれ？なんかそんな感じ？そうだよね。あ、プーきっとそうですね。ねプールの天井ですね。ルの感じが。がする。わあ、素敵。ね。先生、そうピシン。はあ。いい空間ですね。どことかいいよね。座ってたら。ああ、だからおソワンが終わった人がそのまま出てきてここでお茶飲んだりとか。Oui, c'est l'été, c'est agréable. Ouais, tout à fait. Et encore jusqu'à maintenant. わあ、すごい。わ素敵。ここにもエリドンズ。このパッケージかっこいいですね。エクストリームって書いてあります。Merci. Bonsoir. Merci. Au revoir. 素敵な空間でしたね。エビドンスのスパがエビドンスの空間で受けられるんですね。そう、だから本当にスペシャルに、そう作ったって言ってた、あそこの前までは本当にこうホテルのスパの中でやってたんだけれども、はいはいあそこのだけはそのエビドンスの施術を受けたい人はあそこでやるっていうことになったみたいで、お着替えするのも何するのもちょっとすごい贅沢な空間。こことかもさ、皆様いかがでしたでしょうか。私のパリ生活初めてのアフタヌーンティーをこのクリオンのホテルで体験しました。でも本当に品がよくって、もう全部いただけると思ったらやっぱり最後の方はちょっとお腹がいっぱいになってしまったんですが、でもあんな風に素敵にボックスに入れて持って帰れるし、さらにはちょっとこう思いがけずこのスパとかも
見せていただけて、プール素敵だったね、素敵でした泳ぎたいよなとプールっていサイドでゆっくりう、そうそう、その素したい敵なプールも見れたし、スパも見せていただけて、充実したちょっとだけのホテルライフをしてきました。ぜひね、パリいらっしゃることがあったら、ちょっと本当にきっとパリのホテルのアフタヌーンティーもとても美味しいと思うので、ぜひトライしていただきたいと思います。ありがとうございました。